こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、連れ添っていたラバが死んでしまったところまでです。川底洞窟はたまにしかないのに、よりにもよってピンポイントにあったわね。普段川を横切るときは常に川底を警戒しているのですが、今回は完全に無警戒でした。迂闊でした。しかしいつまでも沈んでいるわけにもいきません。粛々と地図を広げてメサを見つけ出さなければ。さて前回までのバイオームは発見済が49種類、未発見は8種類です。うち、冒険の時間に関わるのはメサの3種類だけです。地図の方はここまで広がりましたし、さすがにそろそろメサは見つかりますよね。誰に同意求めてるの？さて、早速草原が見つかりましたので馬探し開始です。これまでのプレイでは馬の分布はそこそこまばらで、見つかるときはあちこちに、見つからないときは全然いません。この草原のエリアはどうやら外れのようです。続いて森を越えたところの草原を探してみましたが、こちらも馬一匹も見つかりませんでした。やむなく位置調整用の地図の作成ポイントに移動中ですが、急にガツンと処理が重くなってビビりました。前に割り当てメモリ増やしてからずっと安定してたのに。どうやらセーブデータは無事のようです。ちなみに処理は劇的に重かったのですが完全に凍ったわけではなかったので、数十秒かけてゲームは正常終了させることができました。さて地図の作成ポイントを探っているところですが、ひょっとして崖の上ですかね？ちょっと登るの面倒です。近くにあった砂利をかき集めて登ってみました。なんでこんな森に馬がいるの？確か森には馬はスポーンしないわよね。近くの草原からやってきたのかしら。ともかくも、早めに馬が見つかって助かりました。どうやら運からはまだ見放されていないようです。地図作ってから飼いならします。地図作成ポイントって下だったの？まあ確かに念入りに確認したわけではなかったですけど。何やっているんだか。まあ崖を登って馬を見つけたから結果オーライだったけど。1ブロック付け加えてもダメですね。間違いなく作成ポイントは下の池の中です。まあそんなわけで、この森に迷い込んだ馬を飼いならしてしまいます。よしこれで OK です。さて、足が速ければいいのですがどうでしょうか。前の黒い馬は結構遅かったものね。ストレスかからない程度に速ければいいわね。なんか反応がシビアです。何これ速すぎて操作しづらいんですけど。多分これが一番速いと思います。さてようやくですが位置調整用の地図を作っておきます。23枚目の地図の作成ポイントは、今作ってる地図の南西の端になります。さて、23枚目の地図の作成ポイントへ向かい始めて2分経ったところです。なんと、早くもロバ発見です。これはついてるわね。何かが。まさかこんなにあっさり見つかるとは。地図4、5枚くらいは探すのにかかるかと覚悟してたのに。さて、ここで肝心なのはラバの親となるロバ選びです。慎重にスピードやスタミナ、気性を見分けなければなりません。このロバが良さそうです。インブリードをかけすぎると体が弱くなることもあるので、今回は無難にミックス狙いです。
それ違う。少なくともマインクラフトとは違う何かよ。まあ結局ロバは運任せで選びましたが、でも今は運があるようですし、馬がいいスピードを持ってるので、いい感じにスピードあるラバが誕生しそうな気がします。あとは、ブロック2段分飛び越えられるジャンプ力も引き継がれれば十分です。多分遺伝するんじゃないかな。おお、ラバが生まれました。元気そうな子ね。ラバには金の人参をあげて成長加速させてますが、それでも暇なので金の人参を作り足しておきます。もう少しやることがあればいいんですけどね。どうもマッチプレイは性に合いません。お、2分少々で少し大きくなったような。それにしてもこの草原、変な風にくぼんでいるし峡谷はあるし、丘から溶岩と水が流れてるし、ちょっと珍しい感じです。ようやくロバと体つきが変わらなくなりました。でもまだ乗ることはできないので曲芸させてます。なんで曲芸させるのよ。暇なんですよ。お、やっと乗れた。最初のラバを成長させた時より時間がかかったようだけど、前は金の人参を過剰にあげてましたので、今回は少なめにしたのですが微妙に足りてなかったようです。上げ渋っちゃったのね。公式ウィキによれば成長までに20分、金の人参1本で4分成長加速するそうですが、それ以上詳しくは書いてないので手探りです。うお、ラバから降りたらラバに少し埋まった？惜しいわね。もう少し埋まればラバの内部構造をまた見れたのに。まあでもヒントになりました。前の時はラバから降りた拍子に埋まったっぽいですね。さて、ラバの準備は無事に整いました。短い付き合いでしたが馬とロバはここでお別れです。あれ？話すのはラバのジャンプ力を試してからの方がいいんじゃないの？ダメだったらまた別の馬と掛け合わせようと思ってました。でも後で試したらきちんとジャンプ力はありました。さて、23枚目の地図の作成ポイントまで快調に飛ばしてますが、早すぎておっかないです。どうしても走りっぱなしにできなくて、足を止めたり走ったりの繰り返しです。確かにちょっと早すぎるわね。いつか慣れてきた時峡谷に突っ込みそうよ。さて、ようやく地図の作成ポイントに着きました。この地図が完成したら、ようやく冒険の時間、地図23枚目に突入です。運が良かったおかげでラバを失ったショックからの立ち直りが早かったです。気分を新たに頑張っていきます。さて最初は海洋から海にかかっています。前方に見えるのは一連れで乗り捨てた船なのですが。うお？消えた？あらら。ずいぶん長いタイムラグね。さて、40分少々かけて海洋と西半分の陸地を埋めてきたところです。特に変わったものもなく、メサも見つかりませんでした。まあ、ここでメサが見つかるとは誰も思ってないから大丈夫よ。密かに期待してたんですけどね。しばらくぶりに拠点に戻って地図を入れ替えて、これから当分拠点に戻らない準備を整えた直後に見つかるとか、結構ありがちですし。運がない時はそういうのはありがちだけど、今はテリーは運があるんでしょ。だから、準備した分は無駄にならないわよきっと。それってメサが33枚目で見つかるってことですか？お、生まれて1時間足らずのラバが見えてきました。ラバの方は相変わらず快調なスピードを出していますが、なんか、ラグの時間が若干長い感じがするんです。ラバの速さにパソコンのスペックがまるで追いついていないのね。まあ気のせいかもしれないですけど、
でも気のせいではないとすると、ラグの原因は新規に生成される地形の処理の重さだけではないかもしれないですね。さて東側の南半分まで埋め終わって、この地図の終わりも見えてきました。まあ見えている池に落ちるなんてことは、今更ながらよくあることです。ほんと気をつけないといけませんね。それから1分もしないうちに次の池に落ちるなんてことは、今更ながらよくあることです。これも気をつけないといけませんね。さらにそれから1分もしないうちに段差から落ちるとか、この辺りから珍しいです。やっぱりラバが早すぎます。まあ地図埋めるのがその分楽なのでいいんですけどね。さらに4分後です。再三落ちても落ちないようにと慎重にしているつもりなのですが、やっぱり落ちます。いや、さすがに本当に気をつけないと危ないです。慎重に行きますね。まあ、私が慎重にプレイしても結局穴に落ちるんですけどね。誰も穴に落ちないとか思ってないから大丈夫よ。さて、なんだかんだ地図23枚目も調査完了です。23枚目まで、無事にメサゼロを達成しました。次の正方形が見えてきた感じで嫌な予感がしますが、まあ気にせず惰性で頑張ります。スケルトンの音がしたので振り返ってみたら、あんなところにスポナーが。次回はお宝取ってから24枚目に突入します。それではまたね。バイバイ。